皆さんこんにちは、るいです。今回はキャラ解説動画第1弾ということで、誰でもすぐに上手くなれるキデク解説やっていきたいと思います。このキャラは皆さんご存知だと思いますが、基本メイン攻撃アルファの射撃なんで、エイムもある程度必要になってくるんですけど、それ以外の要素でもキデク上手くなれる方法はたくさんあるんで、これから順番に紹介していきたいと思います。動画内容はこんな感じになっていて、得意距離、位置取り、個性のレベル上げ優先度、ベータ、ガンマの使い方、しゃがみ打ちの使うタイミング、光線前、光線中に意識すること、これを順番に説明していきたいと思います。まず一つ目は、キデクの得意な光線距離と位置取りについて話していきます。得意距離は中距離以上になっていて、苦手距離は近距離ですね。位置取りは相手よりも高い位置を取ること。この2つを意識することが、このキャラは重要になってきます。デクの個性アルファは、比較的射程距離が長く、しゃがみ打ちを利用すれば、遠距離まで対応できるんで、わざわざ近距離が強い相手に近づいて戦う必要がないため、中距離以上を意識していきましょう。特に相手も射撃キャラだった場合は、相手の射撃が届かない距離感を意識することが大事です。戦い方としては、中距離からアルファを打ってダメージを入れていき、相手のシールドが割れたり、相手が移動個性やスペシャルアクションを使ったら追いかけられそうなら、ベータやガンマを使って追いかけて倒しきっていきましょう。この時に気をつけてほしいことが2つあります。まず1つ目、ベータガンマを使っても追い切れない相手の時は別の敵を狙うか一旦引いていきましょう。2つ目、敵が逃げる場所によっては追いかけるのをやめましょう。例えば室内が強い敵が室内に逃げた時や、敵の仲間がいるところに敵が逃げた時などですね。相手が瀕死だからといって向きになる必要はありません。バトロワで一番大事なのは生存することです。次に位置取りなんですけど、高い場所を取る利点をまず説明していきます。安全に敵を視認することができる。これは状況確認ができるってことですね。高い位置を取ってれば相手からは見られずに一方的に敵を視認することができます。そして上下の移動手段を持たない敵はすぐにこちらには来れません。例えば今相手にヤオモモがいるんですけど、こっちからの攻撃は通っても相手は大砲以外の攻撃手段ないんですよね。しかも青カードなどを使わない限り壁をすぐによじ登ってこれないんで、基本的にこの場合相手は逃げる以外選択肢が取れません。そして最後はこちらの好きなタイミングで攻撃できる。ここ結構重要です。例えば今ヤオモモを一方的に視認できていて、撃つタイミングはいっぱいあるんですけど、この最後の方に撃ってしまうと相手は建物の中に入ってしまうし、最初に見つけた時に撃ってしまうと車、フェンス、建物の影に隠れられてしまいますよね。だけどこの位置に来た時にヤオモモを撃てば、遮蔽物が周りに車ぐらいしかないんで、体を隠すのが難しい状況で、一方的にこちらが攻撃できる時間が長い状況を作ることができます。なので敵を見つけたらすぐに撃つのではなく、撃つタイミングをしっかり測っていきましょう。次は個性レベル上げの優先度について話していきます。まず初動敵と被って戦闘するときは必ずアルファを上げていきましょう。少しでもダメージ、弾の数、攻撃のサイズアップをして敵チームよりもダメージを出して有利な状況を作っていきましょう。ダメージを出して相手が1人でも一旦離脱してくれれば3対2の状況を作ることができます。とにかく初動のデクの仕事は相手にダメージを与えて圧をかけることですね。人数差を作れたらピンを刺して1人の敵をフォーカスして倒していきましょう。特に初動はレベルが上がっていないんで、機動力が低いキャラから狙うのがおすすめです。この時近づかずに中距離以上意識を忘れないでください。基本的にはデクはアルファレベル9最優先でいいんですけど、初動が被っていない時、または物資が取れた時などはガンマから上げてもいいです。最初に戦闘が起きないならガンマをレベル9にして機動力を上げた方が生存力も上がるし、瀕死の敵を終えたりできるようになりますね。ガンマを2回使えることでファームする速度も上がるし、移動だけではなくコンボに使ったりもできるようになります。ガンマはレベル9にならないと段数が増えないんで、初動被った時のガンマ上げはおすすめできません。最初に敵と戦闘しながらレベル9まで上げるってことはほぼ不可能だと思うんで、とりあえず敵がいる時は確実にアルファを上げていきましょう。ベータに関してはどの場合でも一番最後で大丈夫です。アルファ9、ガンマ9、ベータ9、またはガンマ9、アルファ9、ベータ9、この2パターンを覚えておきましょう。次はベータとガンマの使い方について話していきます。ベータは追尾がついているんで敵に向けて使ってもダメージにつながりやすいんですけど、
ガンマはほとんどの人は移動に使っていると思います。アサルトデクの移動手段は基本このベータとガンマの2種類になるんですけど、この個性の使いどころがかなり大事になってきますね。デクのベータの強みはコンプレスのガンマや爆豪の特殊アクションなどと似ていて、どんな場所でも真上に飛べることです。建物や遮蔽物がない場所でも上に飛んだりして逃げることができるんで、近接キャラ相手には屋外ならどんな状況でも有利を作り出すことができます。このベータを攻撃に使うタイミングとしては、仲間を助けるとき、例えば仲間が近接攻撃や個性攻撃などをされているときにベータで助けられる場合などですね。次に決め打ちベータです。敵が追いかけてきた時に曲がり角などで決め打ちのベータを使っていきましょう。壁の際に立てば相手が走ってくるの見えるんで、そのタイミングに合わせてベータを使っていきましょう。そしてもう一つはガンマが残っている時ですね。ベータを攻撃に使ってしまうと貴重な移動手段一つ減ってしまうんで、絶対に倒しきってその後安全になるって場合以外はガンマが残っているのを確認してからベータを攻撃に使っていきましょう。この3つがベータを攻撃に使うタイミングとなっています。ガンマは戦闘中は基本離脱用に残しておきましょう。1チーム対1チームの戦闘中で人数有利や状況有利になっている時に追いかけて倒しきれるならガンマを使用しても大丈夫です。戦闘時以外の時はガンマを使って高台を取ったり素早く移動してアイテムを漁っていきましょう。ただし近くに敵がいる時やこれから戦闘するかもって時はガンマをできるだけ温存しておきましょう。次はしゃがみ打ちの使うタイミングなんですけど、しゃがみ打ちはキャラ調整で大幅に弱体化されてしまいました。ダメージの減少とアルファを使い切った時のリロード速度かなり低下したんで、以前のように好きなタイミングでしゃがみ打ちを使いづらくなっていますね。使うタイミングとしては高台を取っていて一方的に攻撃できる時、敵の個性やスペシャルアクション、蘇生などを中断させたいとき、向かってくる敵や逃げる敵を撃ち落としたいとき、戦闘から離脱するために一度吹き飛ばしたいとき、ガンマからのコンボ、残り弾数が1になったとき、主にこの6つがしゃがみ打ちの使うタイミングとなっています。しゃがみ打ちは弱くなったとはいえ、使いどころ次第では状況を変えられる力をまだ持っているんで、うまく吹き飛ばしを利用して有利な状況を作っていきましょう。次は交戦前、交戦中に意識することを話していきます。まず交戦前に意識することは、敵キャラの把握と位置と周りの状況ですね。周りの状況がわからないのに戦闘を開始してしまうと、その戦闘が有利な状況だったとしても、漁夫が来てしまう可能性などがあります。敵キャラによっては、屋内に逃げ込まれると、不利になってしまうこともあるんで、できる限り3人目視してから戦闘した方が、リスクを減らすことができますね。この時、敵の位置も重要なんですけど、味方の位置も重要になってきます。味方からカバーしてもらえる位置なのか、自分がピンチになった時に逃げる場所があるかどうか、このあたりも交戦前に意識することで生存率上がってくると思います。デクはアルファの射程がかなり長いんで、先にダメージを入れて、ピンを刺して、味方とフォーカスして、1人を一気に倒していきましょう。そして、交戦中に意識することは、一定の距離を保つこと。デクは中距離で一番活躍できるキャラなんで、相手が前に出てきたら少し下がりながら戦う。相手が後ろに下がり始めたら前に出て戦う。とにかく同じ距離をキープすることを心がけていきましょう。特に近距離が強い敵と戦う時が一番やられてしまう可能性が高いんで、マウントレディやヤオモモ、霧島、雷などが近づいてきた時は一旦距離を置きましょう。あと意識してほしいのは無駄にぴょんぴょんしないこと。デクを使っている人でよく見る光景なんですけど、常にぴょんぴょんしながら移動したり、ぴょんぴょんしながら敵を撃ったりしてませんか？もちろんした方がいい場合やしてもいい場合もあるんですけど、例えば近接キャラが近くにいるときは無駄にジャンプしない方が回避をしやすくなりますね。例えばこうやってぴょんぴょんしていると剣道のガンマ空中だと避けることができません。だけど地面に足さえつけておけば敵の剣道がガンマを攻撃してきても見てから避けることができますね。なので近接攻撃キャラが近くにいるときはなるべく地面に足をつけていつでも回避できるようにしておきましょう。他にも敵と打ち合いになっているときはジャンプを入れながら打ち合ってもいいんですけど、相手の攻撃は届かない距離にいるときや相手が逃げてるのを打つときなど
こちらが一方的に攻撃をできるときは、しっかり地に足をつけて、エイムに集中した方が攻撃当たりやすくなると思います。ここまで結構急ぎ足で色々紹介してしまったんで、よくわからない部分があったら何度も見返してみてください。他にも意識することやエイムの上達方法、おすすめのチューニングなど紹介したいことはたくさんあるんですけど、とりあえず今回紹介した基本を押さえておけば絶対に上手くなれるんで、今日から意識してプレイしてみてください。この動画が好評だったら他キャラの解説やチューニング解説動画も作ってみようと思うんで、少しでも参考になったなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。